その年、超新星爆発によって新しいブラックホールが一つ生まれ、地球の磁場の数兆倍の磁場が発生し、地球に向けて新たな信号を送り始めました。そして確率的には無限にありえない2つの別々の隕石が同時刻にそう離れていない場所に落下するという事件も起こりました。本当に飛び込むやつがあるか。誰がこんな勝手なことして言ってたか。すいません。手焼いとるんですわ、この天板には。みんなも喜んどるし。なんか参考になった？数学。体拭かんと。真央君と沖谷君、石戸高校やったね。あ、今度3年です。後輩の池畑、高飛び込みのコーチやった。今度そっちの1年生になる葉月さん、有名人の日本水泳の高飛び込みのホープ。こっちでバイトやっとる。もうサボってばっかりおるけどね。オカルト好きの浮谷君と真の魚と書いて真央っていう名前なんだけど、全然泳げない桑島君。ひょうきんとむっつりの石堂高校の悪い見本。こんな高校生ならんようにせんの。ああ、誤解やな。学業を犠牲にして貴重な海洋生物たちとのコミュニケーションを求めと俺たちのシーン分かっとらんな。分かったでも何かの縁だから学校であったら力になってやって。
私これ濡れても平気なんで。あ、いいよ、俺一眼向こうやけん。ありがとう。送ってくれてありがとうございました。それじゃあ。ああ、俺ってやっぱ純粋な博多っ子やね。自分でつくづく思うわ。7月の山笠が近づいたら全身の血がうずくもんね。体が自然にそうなっと。水不足なったら山こそ困らんとや。池水バンバンできんめえが。こっけ水不足になったっちゃ博多の山笠の勢い水と中洲のソープはなくならんと。前の時もそうやったってうちの親父が言うとったもん。知っとうやまん、今年の8月っていろいろ宇宙で異変が起こるって。知らん。知っとけん。今年の初めからいろいろあったろうが、超新星の爆発やら流星やら隕石やら何かの前触れらしいばい。8月頃ピークになるけどな。火星やら水星やらと月と太陽と地球の配列が良くないけど。俺そげんと全然信じられんけんね。どうせまたミキあたりに聞いたっちゃろ。2期のデータよう当たろうがいつも。異常気象は年々ひどくなるし、はあ、やっぱ1999年の惑星グランドクロスあるんじゃないかな。あと少しで地球は滅ぶんか。死ぬんやったらみんな一緒がよかね。マークさ、お前くさ、夜中とかにさ目が覚めてくさ、これじゃいかんこれじゃいかん、このまま死んだら救われんってものすごい焦った気持ちになって眠れんごとなることなかや。別に。お前悩みなくていいな。俺悩みばっかでくさ。今日ミキんとこ行くか。おお、あ、びっくりした。なんでスターの新入生がこげなとこでサボっとったらいかんやないね。違いますよ。気分悪くなってなんとなく来てみたら。おお、コインシデンス、偶然の共時性。俺たちって縁があるじゃないと。いいえんやないや。ほんとぜ、余裕法が出るって評判やもん、あの巫女さんって。この前も隕石落ちてなんか変な遺跡見つかったもんね。あ、知ってます。それお姉さんの旦那さんが関係した仕事してるんで、昔の石のコンピューターみたいなもんなんでしょ。そう、ほんとね。俺知らんかった。真央さんもそういうの好きなんですか。ああ、全然。今日わからん。へえ、どうしてですか。どうしてって。
どうしてかいな。さ明日お姉さんの旦那さん会えんかな。明日ですか？うん。じゃあぜひ今度の日曜待ってます。絶対行くけん。一人でも行くけん。なんやお前、悪かったな邪魔して。汚かず女に興味なかった言いよってから。手がはるかやつやな。違うて、勘違いしやんな。いやんないやんな。二人ば見よったらわかるて。違うて。ほんとね。うん。月と天王星が水の星座でぴったりのトライン。水に関係があるスポーツ選手で特殊やね。こんなと初めて。ひょっとしてスターやなかと？さすがミキすごかね。当たり前やん。私よ、私。それから獅子座やから性格も明るくてなかなか綺麗な子やろ。でもすごか。焦げな星の人本当にあれとかいな。あれとたい。じゃーん。うちの学校やな。知らんかった。光っとるね。うち以外に光っとる人とかおったとね。俺との相性。よかね、やるよ。よかね。よかよ。東流れやもん。どうや。じゃーん、今回はやっぱ全然ダメ。獅子座とさそり座じゃ全然ダメ。月も双子と魚やし相性合わんわ。あんたと青星の人とかおらんてんなかと。
どうか。得点累計 152.34。次、制限選択飛び 301B1.9 山野井里奈さん。待ってました、泉ちゃん。泉ちゃん、かっこよさ。もうこれこれ、チンピク100やな。もう。泉ちゃん、泉ちゃん、泉ちゃん。あとは任せてあげる。どうやって借りたよ。来てもらって嬉しいです。なんか恥ずかしい。あれ？浮谷さんは？用事があるって急に帰った。変なやつやけん。おめでとう。おめでとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。
カか。ようこうなんかね。怖いですよ。私異常に怖がりだし。なんでできるとこげなこと。不思議ですよね。駅やね。え？駅やね。気利かせたつもり。あ、そうですか。信号青ですよ。この匂い。蒸発する水の匂い。博多の夏やね。何や。もういいから早くついてきてよ。さっきのどう見た？かっこよかった。あ、見た見た見た。かっこよかっあ、かっこよかったかっこよかっなんや。た。分かった、早くちょっと。泉ちゃんがいつわかったと？昨日の夜ずっと気になっとったんやけど。間違いなかとや。大事やけんね。ガチなこと言えんけん何べんも調べたさ。
に疫病が流行ったのを鎮めるためにお坊さんが始めたんでしょ。本当知らんかった。病気も逃げてく迫力あるね。お坊さんが台の上に乗って街中を走ってエクソシストみたいに聖なる水をまいて疫病をやっつけたんだって。よう知っとんね、そげなこと。お姉ちゃんのダーリそういうこと研究してんの。それで詳しいの、そういうのに。へえ、すごいっちゃね。石化病ってのも鎮めなきゃね。石化病って、ああ、最近よく聞く。石化病って限界種にだけ発生してるんだよ。体が石になっちゃう病気。怖いんだから。どうしようと？大丈夫？俺が嫌わけやないっちゃ。勘違いしやんな。ミキのデータがそうなんやけ。身体こげなと笑わせやんな。当たったろうが何回も。テストの山から俺の妹の受験の合格やら。君のこと分かったろうもん。飛び込みのうちなんやから以前関係しとくさ。23日って大事な大会のある日やろうが。どうしようもなかろうもん。だけん心配しとったんや俺もミキも。までの目撃情報によりますと、2つの隕石はほぼ同時刻に大気圏に突入し、限界市に同時落下したことが確認されています。その一つが美保山の水源地で発見されたものですが、残りの一つはまだ見つかっていません。貴重なものなんです。そうですね。2つの隕石は約1000万年もの間、天空間を漂っていたといいます。その後太陽系では極めて本当に小さな点でしかない地球の、それもそれほど離れていない場所に同時落下したんですから、
それはその確率から考えても極めて貴重な研究材料だと思います。葉月、愛しょっとかお前は。相方が伸びると思ってませんか。気合い入れろよ、気合い。やる気あんのかお前。ひょっとして今度の試合危ないの。開催が深刻なの。会場と日にちが変わるかも。水不足の影響？そう、プール使えないの。送ってきよ。寄ってもらえばよかったのに。顔見たかったし、そんなかっこいい子だったら。うん、でもなってるから落ち着かないし。もう泉ちゃん最近超不規則じゃない？私もなんだけど。こっちに来てからかな。特に変なの。人間の体って微妙だからね。何これ、飛び込みみたいじゃない。でしょ？これね、この間の隕石騒ぎの時に見つかった遺跡に書いてたペトログラフなの。どういう意味？ダーリンが言うには、最初のが超新星の爆発で、真ん中のが蒸発する石で、最後のがシャーマンの儀式みたいなもんじゃないかって。でも本当に超新星の爆発と蒸発する石だとしたら、今年の博多にぴったり位置するね。市ではダムの平均貯水率もいよいよ 15.49% となり、23日の午後9時から連続12時間断水の第2次制限給水に入ることになりました。同市の水なし生活はより深刻化する。次 4032.0 新宮子さん。
34.20、得点累計 95.40。制限選択と4割。2と次がいいんじゃん。開催地のプライドもあって水をなんとか無理に用意したんやて。一旦変更になったんやけど。すまんかった。今更言っても遅いばって全然気にしやんなってな。ミキも応援に来たいって言うとったけど真央に合わせる顔がないと遠慮しとった。制限選択と105B2.3、葉月泉さん。どうも水が硬いんです。硬く感じるんですね。合わないんです。どうしても。そんなこと言う場合なかろうが。次に決めます。他に肉親の方いらっしゃいますか？人間の脳の大
代理を務めることができるようになれば、人間の肉体は不要となりますね。そうなれば水不足やそれから食料なんてのもなくなるわけですよね。食べ物の心配がなくなれば宇宙旅行も楽になりますよね。どうなんでしょう。その辺は可能なんでしょうか。可能性という意味ではもちろんあります。人体のことを考えていただければ分かりやすいんですが、解明されてない部分が多くありますね。特に脳に関しては謎の部分がミキがかなりありますから。超能力とかもそうなんです。前出しの神様って言われたおばあさんのとこ行って必死で祈ってもらってきた。信じれんめえばって騙されたと思っていっぺん心の底から宇宙にまで届かせるぐらいのつもりで祈ってみてって。そのばあさん何回も奇跡起こしとって。どうしてこうなったのか。ありえない事故だったらしいんですけど、よっぽど運が悪かったらしくて、まだ意識不明の状態なんですけど、朝まで意識が戻らなかったら危ないと言われてます。泉の姉です。本当に助けてもらったのにすいません。すいません。真央君のせいじゃない。ごめんな。助けてあげることができんだ。
136、137、138、139、140、141、ミキ140。いつみちゃん、退院したと。早かったね。よかったよかった。よかったね。今退院してきた。なんかね、目に入るものすべてが懐かしくて新鮮な感じ。それと事故の後長い間忘れていた感覚を思い出した。小学校の時、授業中とかよくぼーっとした時になってた感覚なんだけど、例えばね、こうやって体の一部をじーっと見つめるだけで、爪とか髪の毛とか何でもいいんだけど、私を形作っているほんの小さな部分の一部分の一部分を見つめた時に起こるんだけど。細胞を見るともっと細かくて深くまで自分にずっと質問しながらね、私は私ってことはこれは私でこれも私だからって考えて突き詰めていくと、だんだん自分が細かくなって、空気よりも細かくなって、隣の席の子も前の席の子も机も椅子も床も窓も何もかも全部が粒よりも小さくなって境がなくなっちゃうの。全部が私で。そう考えてゆくと、じゃあ今これを考えてる私は一体誰？何って思って粒より小さくなって、周りに溶けた自分とそれを意識してる自分が別々になってることに気づいて、たまらなく不安になるの。もう戻れない気がして、それで怖くなってその考えをやめるの。そうするとね、決まってすごく寂しくなって、木とか葉っぱとか地面とか水とか石とかが恋しくなって、愛おしくて泣きそうになるの。すぐに校庭に走って出て、でっかい木や地面に抱きつきたくなるほど。でもそんなことできないから、涙をこらえて誰にも気づかれないように授業に耐えるの。おかしいでしょ？今も同じ気持ちね。今はね、境がなくなっても怖くない。死にかけてた時ね。え？何か一つ誰かにとっても大事なことを頼まれた気がするんだけど、ずっと思い出そうとしてるんだけど、ダメ。あれ？
なんか聞こえない？これで一目瞭然のように地球の生態系の上で人間は地球に何も貢献しとらん。地球にとっちゃいい迷惑の無用の長物。まあ環境破壊に反対するならとにかく人間が全部いなくなるのが一番いいね。ただ地球の資源を食い潰すだけやからね、人間なんて。わかる？じゃあ来週のテストの問題。内部環境と恒常性との関係について説明せよ。自律神経とホルモンの働きの類似点を例を挙げて説明せよ。オーキシンと屈強性との関係を説明せよ。
かしいんです。脳波とか CT とか全く異常はないし、精神鑑定も問題はないの。でもなんかおかしいんです。なんていうか、心がどっか遠くへ行っちゃってるっていうか、他のものを見てるっていうか、別人みたいに感じる時があるんです。西日本最大の水量を誇るここガオーの滝では、ご覧のように枯れかかり、岩むき出しの状態になっています。私たち両親を早くに亡くしちゃったから、普通の姉妹っていうよりも夫婦みたいにして暮らしてきたから、隠し事なんかしたことなかったはずなんです。でも今度は私にも何にも言ってくれなくて、ただ一人で泣いてたりして心配なんです。どうしたと、こげなとこで。見えないの？なんが？いいの。どうしたと？なんが見えたとね？いいの。これプレゼント。ありがとう。泉欲しがっとったやろこれ。どうしたと急に。捕まえて。俺がずっとついておけん。捕まえてて。ずっとついておけん。13号地点に近づいております。すぐに奥の院跡も見えるでしょう。雪と全く変わりありません。獣の匂いも消えとります。あら、なんや、上り客らしいアベックが画面に入ってきたので
撮影は中断されました。あんたらも UFO 見学違うとな。この辺が本当に出るぞばい。なんちゅうたっちゃ昔からほら火の玉やら幽霊やらが出るっちゅうて騒いどったもんな。ばってん気ばつけんと知らんばい。神社ば移したとがいかんやったね。ここは特別な場所じゃったとじゃけ。隕石が落ちとうともこの場所が呼び寄せたって言われとうとばい。町の大切な水源やったと今までほったらかしといてゴミだらけしたりしとるけん罰なんだっとって、今度の水の不足か関山で起こるくさ大概しとかなな。あの遺跡へ行くと若い人に物好きやね。あそこはまた俺たちでっちゃ近づかん特別なとこやからな。行くとはよかばってん気ばつけんと何があるか知らんばい。俺たちは何かあったらいかんと思うてこうして毎日この辺ば記録する使命に燃えとっちゃけんね。そうやな。よかったら帰りに寄っていかんか。ビデオは見せちゃろうか。ほらいっぱいあるぞばい。好きなだけ見てよか。よかけん寄っていきないや。
本日午後5時30分ごろ A 棟3階にある天体物理学教室に男性が突然乱入し、持っていた石のようなもので滝川隆二教授54歳を殴打。滝川教授は出血多量で間もなく死亡。現在容疑者は千代町方向に逃走中で、警察では強盗殺人事件として行方を追っています。なお付近の住民に対してむやみに外に出ないように、また不審人物あるいは手がかりになるような情報などがあったらすぐ通報するよう協力を呼びかけています。強奪された巫女山隕石は今年3月巫女山に落下し、その後発見されたもので、玄海大学の研究室で管理保管されていました。殺害された滝川教授は隕石分析学に関する出版物も多数出しておりまして、天体物理学会では第一人者として評価を受けておりました。関係者は滝川教授の突然の訃報に呆然としておりまして、容疑者に関しての裏付けは現在そうなんです。うちの旦那はインドに出張中だったから無事だったんですけど、泉のことが、私てっきりマー君と一緒だと思ってたから、ちょうど4、50分くらい前かな。ずっと寝てばっかりだったし、出かけるくらいならよかったと思ったんだけど、この事件でしょ、なんか悪い予感がしちゃって。どこに行っちゃったんでしょうね。私の取り越し苦労だったらいいんだけど。間違いなく睨んどる。犯人は絶対もう一丁の隕石ば拾うたやつか。刑事たちゃ聞く耳も持たんボンクラじゃけん、赤岩のたたりがわからんとたい。もう確かたい。見たばい、あの嬢ちゃん。日の暮れる直前やったかな。どうしてあんたが一緒やなかったじゃろうかと思ったわってな。さあ、あれから見かけとらんけん、もう帰っとろうもん。この騒ぎやけんね。あんたも気はつけなな。
水不足が続くと人間だけじゃなくて町全体が石化病で石になっちゃいそう。塩ですね。泉がコンピューターとかトランジスタに近づくと石化病になりやすいからやめろって言ってたけど、そう言われてもね。その時病院に向かうタクシーの中で奇妙な夢を見た。あまりに生々しい感じだったので意識が戻ってもしばらく泉のように口が聞けなかった。その世界では人間はもう水分を必要とする体は持っておらず、人間としての意識だけが石の結晶のコンピューターチップの中に入り、でもそれが目に見えない電波のようなもので宇宙全体とつながっていて、瞬間的に月の表面やらオリオン座の惑星の彼方やらに移動できて、いつでも他の人間のチップやら宇宙人のチップやらと話したり笑ったり泣いたりできて、とても幸せな気持ちになれた。夢から覚めて私は初めてこの町で進行している石化病のことを考えた。自分たちは遥か遠い昔に宇宙から来た。液体の水というのは全宇宙で地球だけにしか存在しない特例だという。自分たちは石になって再びふるさとの宇宙に帰りたがってるんじゃないか。そうやって宇宙はぐるぐる回ってるんじゃないか。そして遥か未来に宇宙のどこかで地球のような水の奇跡が起きて、また水の体を持った人間みたいなものができてくるんじゃないか。なぜあんなところにいたの？あの人を説得するために。あの人って？石族の死者よ。石族？石族って何？石族は宇宙的秩序を司るエネルギーの一つの象徴よ。でも彼は人間だろ？現世ではその子たちを借りてるのよ。でも魂の本質は石族のもの。あえて病名をつければ突発性の気頭性幻覚症と言えるでしょうが、この妄想がショックからの一時的なものか神聖なものかはしばらく様子を見てみないと分かりませんね。バランスの欠如が大きす
ぎるの。話し合わないと犠牲が多すぎるから。一族の力が大きくなりすぎている。一族は全て戻そうとしている。説得は続けられるの？強引な方法が必要ね。それによってイルカと話をしたり植物と語り合うことができるようになったという。この能力は日を追うごとに高まっていき、ついには神のような存在の声と交信できるようになった。これらは全てテレパシーによる交信であり、言葉は必要としない。そしてこの声との交信によって現在限界市で多発中である石化病の深刻な水不足の根本的な原因を知ったのだそうだ。石化病と水不足の原因は今年の初めに起こった超新星の爆発により変則信号が発生し、その影響で惑星の遷移にズレが、また限界市の水源地である巫女山の磁場に変動が起きた。この事態が直接原因となって限界市の環境や住民たちに大きな影響を与えているのだと。こういった状況を凌駕させるためには巫女山赤岩谷の強力な磁場変動の正常化と住民たちに対する宇宙エネルギーの影響を正す強い対策を早急に行うべきであると。泉ちゃん来たぞ。あいつ単車だ。そうみたい。元気ないよね。やめろさあお前らそん気のことさせた。何が悪いとや。本当のことやけんしょうがなかろうもん。ああこれだけでやめたのか。やめろやめろ。ごめんなさい、私のことで。もう怒らないで。泉はもう治ったとね。私帰るから。やっぱり
そっか、送ってくよ。バイク怖い。もう授業始まるよ。私一人で帰れる。人々が水の神の祈りを忘れた年、天空が輝き、2つの石が落ちてきた。水は絶え、村は石の病に支配された。調和を取り戻すため、選ばれし者が満月のように古いしきたりを執り行った。やろう、びっくりするくらい。この古いしきたりっていうとがどうしてもわからんのやけど、私なんか胸騒ぎがして。桑島くん新人名やけど、泉ちゃん大丈夫やろうか。お姉さんが石化病の疑いで倒れたので、容体が落ち着き次第限界大病院の方に移す処置をしているのですが、妹さんの方も発作が激しいので困ってるんですよ。今安定剤を打って落ち着いたところです。じゃあ石みたいになっちゃうんでしょ。りょうちゃん、あんなに子供を欲しがってたの。もう持てない。私がやらなきゃどんどん違う方向に行っちゃうんだ。私がやらなきゃどんどん違う方向に行っちゃうんだもん。泉？
どうしたとや。泉！泉どうしたんだよ本当に。泉そっち川やろうが。泉！バカ！泉しっかりせんか。目は覚ませ。今日はっきり言っちゃる。お前が聞いたり感じたりしとったら守るしぞ。お前大事なことから逃げとったい。目を覚ませ。俺んこと分かろうが。もう待てないの。私がやらなきゃ。私、多分あの飛び込みの事故の時に死んでしまっていたの。あれから生きていられたのが奇跡なのよ。だから見るものすべて、聞くものすべて、感じるものすべてが懐かしくて愛おしくてすごく素敵だったのね。もう無理して私の心を体の中に閉じ込めちゃいけないわ。私はもう行かなくちゃ。私が生き返った役目を果たさなきゃ。本当にありがとう。私はいなくなるけど、会いたい時にはいつでも会える。きっと。
私たちが予測しとったこと、とうとう赤岩谷の力が天場動かし始めたとでしょうか。私たちはこの一瞬ばどれほど待ち望んどったことか。毎時したら聖域の雨が落ちてくるでしょう。
島真央さんは現在もショックのため一時的な記憶喪失状態にあり、発見されるまでの足取りなどに関して話を聞くことができず、捜索の手がかりが全くない状況にあります。警察消防では一般からの情報提供を待つとともに、捜索の一時打ち切りも含め今後の方針について検討中であるとしています。早く見つかってほしいものです。泉はこれで見つかるけん前んごと心配しやんな。これ山下の萩好きやったろ。食べり。泉はそれ以来行方不明になりました。私は随分泉のことを追求されましたが、本当に赤い大谷のことは記憶からすっぽり抜け落ちてしまっていました。石のようになっていた町を浄化した大雨が止んだ後、不思議なことに町に発生していた赤化病は勢いを失ったのです。遺跡に残された石絵とミキが見つけた記録と泉の関連はあっという間に全国の噂になり、いない泉の影を皆が懸命に求めました。赤い大谷の遺跡のことで、その分野の世界的研究機関のメンバーたちが来日し、楊さんの旦那さんらと赤い大谷の本格的な調査を始めました。私は斉藤さんや酒井さんに誘われて毎日のように見学に行きました。もちろん泉のことがずっと心に引っかかっていたからです。やがてボランティアの一員として本格的に調査の手伝いをしだした私は、その遺跡とその場所が非常に特殊なエネルギー異常の場所であることを知りました。電話でお話ししたこれです。数年後、西欧の遺跡調査プロジェクトの意思を継いで、環太平洋文化圏の気鋭の若手学者たちが協力して設立した特殊遺跡調査プロジェクトの中心メンバーになった私は、世界中に飛んで懸命にその調査に打ち込みました。泉の日記と泉の体験は、この研究に打ち込む私の人生の心の支えになりましたが、その記憶も年とともに少しずつ薄れていきました。やがて愛する人ができ、結婚をして家庭ができ、いろんな出来事があって、長い長い年月が過ぎ去っていきました。
もう本当に年を取り、頭の病気も患った私は、今では地球の重力から解放されたように、体も心も軽くなりました。自分の意識が現実か夢か記憶か、生きているのか死んでいるのかさえ定かでなくなる時があります。